韓国人って感情的だと感じませんか？思ったことをはっきり言う、すぐ仲良くなったり、すぐ喧嘩してしまう。でも、それなんでなんだろうと思ったことありませんか？僕は韓国で19年、日本で約9年間生活してきた韓国人です。両国を内側から見てきました。この動画では、日本人が知らない韓国の裏側を説明します。結論から言うと、理由は4つでして、超競争社会でのストレス爆発、情でつながる関係社会、言語そのものが感情増幅装置、歴史が作った集団感情です。見終わる頃にはそんな影響を受けたのかとなるはずです。まず一つ目は超高速競争社会ということです。韓国は一言で言うと常にフルスロットルの社会なのかもしれません。例えばデータで見ると OECD 基準で韓国の年間労働時間は常に上位グループでした。さらに教育も異常レベルです。韓国の平均的な家庭、子供の一人当たりの塾代は月5万円と言われています。ソウルの教育特区、デチドンとなると月10万円は普通なんですよ。そして就職、サムスン、ヒュンダイ、SK などの大企業の倍率は50対1以上になったりします。つまり、エリートでも50人中49人は落ちる世界です。この環境、どうなるかシンプルです。毎日ストレスが溜まる。逃げ場がない。ここで重要なのは、韓国ではストレスや感情を外に出すってことは正常なことという文化になっています。例えば、タクシー、前の車が割り込んだ瞬間、運転手が、うわ、何してるんだよと普通に言うんですね。怒ったりします。日本だと内心で思っても口には出さないんですよね。飲み会でも同じことがあって、初対面なのに年収公開から人生相談まで全部やっちゃいます。初対面なのに一緒に笑って泣いてベストフレンドになります。初対面なのに喧嘩して二度と会わなくなることもあります。これ日本の皆様ありえないですよね。でも韓国ではそれが普通です。二つ目、関係中心社会ということです。韓国は個人よりも関係で動くことが多いかもしれません。その中心にある概念っていうのが、ジョンの関係です。これ、単なる優しさとは若干違っていて、一言で言うと、長期的に積み上がる感情資産と言えるかもしれないです。例えば日本、礼儀、距離、空気を守ることで関係を維持しますね。自分は自分、あなたはあなたですよね。一方、韓国、感情を使って関係を作るんですよ。具体的に言いますと、まず仲良くなるスピード、韓国は異常に速いんです。3回やったらもうタメ口。初対面でも住んでいる場所、職業、学歴まで全部聞くこともあります。なぜか、感情を見せないと距離があると判断されるからです。さらに面白いのが、嫌なことも言う文化です。日本だと遠回しにしますよね。韓国でははっきり言うんですよ。その代表的な言葉が섭섭하다という寂しい、がっかりしたという言葉です。これかなり強い言葉、日本の皆様にとってはかなり強い言葉かもしれないんですが、韓国では普通に使います。つまり、あなたとの関係に期待してるから正直に感情を共有するね。これが成立してる。結果どうなるか。韓国では感情を隠すということは良いことではないとされております。むしろ感情を見せるということが信頼の証明なんです。だから日本の皆さんが見ると感情的に感じますよね。でも韓国という社会の中ではそれが関係を維持するためのコミュニケーション手段なのかもしれません。3番目は言語構造そのものが感情増幅装置ということです。これは僕の仮説です。韓国語そのものが感情を強く伝える設計になっているということです。まず分かりやすいのが簡単詞の量ですね。韓国語は会話の中にわー、あー、マジでこれリアルみたいな言葉がよく入ります。日本語もあるかもしれないんですが、僕のイメージだと、そうなんですね。ぐらいで押さえてますよね。次にゴミでして、ここも重要です。韓国では、何々じゃん。何々なんだよ。何々だってばに違うニュアンスのゴミが大量にあります。例えば、それ違うよではなく、それ違うじゃんみたいな、そのじゃんがいろいろあるんですが、このじゃんに感情、主張、圧力が乗ることがあります。それ違うじゃんとか、それ違うじゃんそれ違うじゃんみたいな形で、いろいろあるというふうに僕は理解してるんですね。韓国では、それ違う。
これは正しいという、ストレート型の、韓国語があったりとかして、そこにも感情のニュアンス載せたりするんですね。だから、同じ言いたいことがあっても、韓国語の方が言語的にもっと感情が出るようになる。自分も気にしていないうちに感情を出して共有して受け取っていたのかもしれません。4番目の話ですが、歴史による集団感情文化ということです。これは長期的な背景でして、韓国はこの100年、200年間でかなり特殊な歴史を経験しています。具体的に言うと、他国による併合、日本による併合、朝鮮戦争、その後の圧縮経済成長ですよね。この流れには共通点があるというふうに思っていて、どの集団に属しているかによって、天と地の違いが出ると思うんですよ。そして個人よりも集団の生存が優先された時代なんだと思うんですね。こういう環境では何が起きるか、感情は個人のものではなく共有するものになるということです。例えば戦争や貧困の時代、悲しみや怒りを一人で抱えていると潰れます。だからどうするか、家族、地域、仲間で共有します。一緒に怒る、一緒に泣く、一緒に頑張る。これがそのまま生き残るための力になったのかもしれません。つまり韓国では感情は弱さではなく、感情は結束のツールということですね。他にも最近ですと社会問題、日本だと、Yahoo ニュースとか Twitter、インスタ、それぞれの SNS で徐々に議論が広がることが多いかもしれません。韓国だと一気に SNS で燃えるんですよ。数時間でトレンドに入り、数日で全国レベルの議論になって、ニュースになって、みたいな形になるんですね。これは、感情的になって、格差も倍速されて、集団で同時に感情を共有する形になるってことを示唆しているかもしれません。だから、オンラインでもオフラインでも感情の立ち上がり速度は非常に速いかもしれません。で最後5番目、この感情文化の、長所、短所ってことを、僕が思うことを話してみます。それぞれ2つずつです。1つ目は意思決定のブレです。これ現場で起きやすいですね。同じ内容なのに、昨日は GO だったのに、今日はやっぱ無理だわってなって、その理由としてあるのが、その場の空気とか感情に影響される。例えば会議だとすると、上司のテンションだったりとか、その時の会社の雰囲気だったりとか、個人間の関係性。これで結論が揺れることがあるかもしれません。二つ目は衝突リスクでして、韓国はフィードバックがね、日本に比べたらね、直球だと思っております。これ違います。それダメだよみたいな。日本だとちょっと遠回りだったりとか、自分が我慢すればいいかみたいなところを、そのまま言うんですね。だから人前でも感情が出るから、この摩擦コストも出るわけです。で逆に、良いところを言ってみると、一つ目は関係の深さでして、感情を出す。それが信頼の証拠になって、自分の感情はこうです。あなたの感情はこうです。合わせるなら合わせよう。違うならそれも知っとこうみたいな形で、一気に距離が縮まるんですね。例えば、敬語からタメ口への移行も早く、一気にタメ口になってると、もう少し話す内容とか、振る舞いっていうのが楽になるじゃないですか。だからこそ、プライベートの話もすぐ共有したりして、結束力が高くなるというのが一つ目だと思います。二つ目は、フィードバックの速さでして、韓国では違和感を感じた瞬間に、それ違うと思うだったりとか、顧客も不満をすぐ言う。これで何が起きるかっていうと、例えば問題の発見スピードが速くなって、これ早く直してくださいってなって、それを直す。また不満を直すみたいな改善サイクルが、短くなる、速くなるっていうのが、僕にとっては長所なのかなというふうに思っています。で、ここまで話してきた内容、重要なのは一つでして、これあくまでのね、韓国という環境では、こういったものが最適化されていて、それが韓国人個人個人に影響を及ばしているかもしれない。その韓国人は影響を受けているかもしれないし、受けてないかもしれないってことですね。そして韓国と日本の状況は全く違うってことですね。日本は調和安定が大事で、韓国はスピードと感情、前提が全く違うんですね。でも、この構造が何が違うのかを知っているだけで、もしかしたらあなたが韓国人と出会った時に、その方の根本的な思想の見え方は少しでも変わるでしょうということでした。よかったら他の動画も見てください。以上、パクンでした。アンニョン。